ただいまロッジ尾崎さんの奥様に昨日のバス停まで送ってもらってます。おはようございます。昨日終わりになったこのバス停まで、ロッジ尾崎さんの、奥様に送っていただきました。どうもありがとうございます。今日はここからスタートします。今日のお宿は、シダオさん、当初は絶対にたどり着けないと思うんでバスで、シダオさん行こうと思ってたんですが、昨日思いかけずプラス10キロ歩くことができたので、もしかしたら、今日バス使わないでも行けちゃうかもしれないんでですね、ちょっと頑張ってみようと思います。今日も日の出前からスタートです。30キロ先のおうち宿シダオさんに向けて頑張って歩きましょう。昨日泊まったロッジ尾崎さんなんですが、撮影の OK が出なかったので、料理とあとベランダからの外の風景以外は、撮ることができなかったんですけど、ちょっと簡単にね印象を。まず建物自体は年季が入ってるんでですね、ハード面としてはそれなりというか、よくある遍路宿っていう程度なんですけど、まずね食事がうまいですね。本当に食事がうまかった。いや、あれはね素晴らしいと思います。それとその次に風呂がね泊まってみたことある人は分かると思うんですけど、風呂すげえんですよ。なんかねちょっと驚きます。すごい綺麗で大きくて、大浴場とまでは言わないけど3人ぐらいだったら普通に入れるぐらいのサイズ、素晴らしいお風呂でした。あれはねできれば撮影したかったですけどね、ダメだということでしょうがなく、それともう一点が経営されてるオーナーご夫妻がすごくいい人たちで、特にほとんどお話ししたのは奥様の方なんですけど、すごい綺麗だしね、すごい優しいんですよ。あれには本当驚きました。さっきそこまでね車で送っていただいたんですけど、いやロッジ尾崎さん情報がねそんなに多くないので、どうかなと思ってたんですけど、ロッジ尾崎さんは経営者が変わったみたいで、今は若いご夫婦が運営しているようです。その先の徳増さんかロッジ尾崎さんかどっちに泊まるか悩みどころです。やっと日が出てきました。今日もいい天気そうです。ちょっと雲が多いのが心配ですけど、このまま気持ちよく歩いていきましょう。スペイン料理民泊って書いてあります。2年前に通った時にはなかったような気がするんですけどね、とっても気になるお宿です。3巡目の時には、泊まってみるお宿の候補に入れとこうと思います。ホテル明けの星さんです。ここもお遍路さんに人気のお宿ですよね。海洋深層水の、露天風呂があるんだそうです。青年大使像が見えてきました。せっかくなのでちょっと寄ってみようと思います。大きいのでとても目立ちます。開いてないですね。もう7時は過ぎてるんですが、まだ入れないんでしょうか。と思ったらお土産屋さんのおばさんがお遍路さんだったら入っていいよって言ってくれて開けてくれました。早速中に入ってみます。いや、でかいですね。台座を含めた高さはなんと21メートルもあるんだそうです。このお大師様は毎日この景色見てるんですね。素晴らしいです。前回は上まで登んなかったので、お大師様の足元まで上がってみようと思います。日本で最初の金箔が貼ってある涅槃像なんだそうです。お大師様の後ろにいます。迫力があります。お大師様の足元をよく見ると、これ四国の形になってるんですよね。その中に点在する白い目印は四国88カ所の札所を指してるようです。1巡目の時に50何日かかけてここをひたすら歩いたことが思い出されます。懐かしいですね。室戸岬までやってきました。
今日は穂積岬寺を参拝するので室戸岬の先っちょまでは行かないんですが、1巡目の時に室戸岬は観光したので今回はそれでよしとします。ミクロドに到着です。ミクロドは1巡目の時には閉鎖してて入れなくて、その後別格を回るために車でここを通った時に寄ったら空いてたので、その時に入ったんですが、入ることに夢中になってて、洞窟の中から海の方を眺めるのを忘れちゃったんですよね。もともとはここ洞窟から外を見た時に空と海しか見えないというところから空海と名乗られるきっかけになった場所なので、それを見なかったっていうのを非常に後悔してたんですが、今回はちょうど朝日も差し込んでいい感じによく見えます。先ほど朝日が差し込んでてた洞窟が神明窟、主に修行されてた方の洞窟なんだそうです。でこちらの方の洞窟がいわゆるミクロ洞で、寝起きしてた洞窟なんだそうです。太陽の位置の関係で今は暗いですが、ここから外を見ると心なしか、岩の形が鳥居に見えます。いや、やっとミクロ洞をきちんと堪能することができました。左に見えるのが三崎観光ホテルさんです。1巡目の時にお酒飲みすぎちゃって二日酔いになった苦い経験のあるホテルです。もうすぐ穂積岬寺の登山口に行くんですが、その手前にトイレがあるので、ぜひここで寄っておきましょう。はい、穂積岬寺の登山道の入り口に到着です。登山道自体はそんなに長くないんですが、まあきついので、準備をきちんとして登ることにしましょう。入り口がちょっと分かりづらいんですが、この道しるべを確認してここから上がっていきます。距離は700メートルぐらいなので、山道としては短いんですが、無理をしないでゆっくりと歩いていくことにします。ねじり岩です。女人禁制の室戸山に弘法大師のお母さんが息子の身を案じて断層して訪れたんですよね。それを知った仏様が怒って嵐を起こして断層を剥ごうとしたらしいんですが、お大師様が大岩をねじってその中にお母さんを避難させたと言われている岩です。昔はいろんなことが起こったんですね。はい、休憩所が出てきました。ちょうどいい場所にあるんでここで休憩しようと思う人多いと思うんですが、椅子がないんですよね。ちょっと座ることができないので景色だけ堪能したらこのまま進みます。穂積岬寺のこの最後の登り山道なんですけど、距離はね大したことないんですよ。20分ぐらい。ただ急登なんですよね。でここに来るまでずーっと平坦な道何十キロも歩いてきたんで、久々の山登りがね結構こたえるんですよね。やっと上まで上がってきました。真冬なので気温も低いから、比較的山登りはしやすい時期ではあったんですが、それでもなかなかハードな登りでした。24番札所穂積岬寺です。修行の道場土佐最初の札所です。23番薬王寺から急変の道を歩いたりしてなんだかんだで81キロ歩いて到着です。鐘はきちんとついたつもりだったんですが、なんか映像にしたら変な音になっちゃってます。本堂を参拝して大師堂も参拝します。鐘石って読むんでしょうか。空海七不思議の一つで、このカーンとかキーンとかっていう音は冥土まで届くんだそうです。旅チャンネルの高山さんが昼飯を食べるシーンで出てきた室戸岬灯台です。1巡目の時は立ち入り禁止で入れなかったんですが、今回やっと来ることができました。いや、素晴らしい景色です。80キロも歩いてきたっていうスパイスが効いてるのかもですが、山の上にある穂積岬寺は厳かな雰囲気があってとてもいいお寺でした。それでは25番の新勝寺に向かって歩いていきます。穂積岬寺の参拝が終わりました。いやー遠かったですね。
77キロ、薬王寺から。いやー、ずいぶん歩きました。大変でした。特に最後の山道もね、厳しかったですけど、ただ昨日、予定よりプラス10キロ多く歩けたんで、今のところ体に問題は出てません。前回穂積岬寺参拝した時も確か12月だったんですが、あの時は、夕方の参拝だったので、ここの下りの道を歩いた時が夕焼けがすごく綺麗でね、その印象がすごくあります。今はまだ9時半ぐらいなので、どうでしょう、もうちょっと降りると海がもっとバーッと見えてくると思うんですけど、楽しみです。あの時は、次の日三崎観光で飲みすぎて二日酔いになってね、10キロぐらいしか歩かないで終わっちゃった、すごい嫌な思い出のあるエリアに突入なので、今回はシャカシャカ行って、新勝寺、金剛長寺と連続で参拝したいと思います。この絶景を眺めながらひたすらつづら折りの道を降りていきます。海沿いにあっちの方行ったあの辺の町に新勝寺があるんですよね。今度はあっちの方に向かいます。歩き遍路って海沿いを歩くことも多いんですけど、この景色はまたそういうのとは一味違った、印象を与えてくれます。個人的には大好きな道ですね。はい、ここを右に曲がって那覇里の方に向かいます。海沿いの55号線ではなくて、一本内側のこっちの道、これが、本来の遍路道なんだそうです。前回は海沿い行っちゃったので、今回はこっちの遍路道を行こうと思います。すぐそこに55号線が走ってるんですが、こっちがいわゆる遍路道ということでね、前回全然知らなくてあっち歩いちゃったんで、今回は正規のルート歩いてます。ただ誰だっけな、向笠さんかな、ご視聴者様からこっちのルート地味で積まないよみたいなアドバイスいただいたこともあったんで、しばらく歩いて、あまりに地味で絵的に活用できないようであれば、あっちの55号に戻っちゃうかもしれません。歩き遍路の道って、圧倒的に地味な道が多いんで、こんなこと言っちゃいけないんですが、それでもさっきから雄大な海ばっかり見てたので、ちょっと我慢できなくなって55号線に出てきちゃいました。宿でロッジ尾崎さんに泊まった時に、高知観光特割キャンペーンっていうのでおもてなしクーポンいただきました。今朝ロッジ尾崎さんで、このおもてなしクーポンっていうの、これ3000円分もらいました。今なんか特割キャンペーン高知県のねやってるみたいで、私全然知らなかったんですけど、なんかそれに引っかかったみたいで、道理でね宿代も安いと思いましたよ。1泊2食付きでビール2本飲んで乾燥機使って5000円台なんてね、ちょっとおかしいですよね。道理で安いと思いました。でこれが使える店がネットから見れるんですけど、その使える店マップみたいのがちょっと見当たらないんですよね。私の探し方が悪いだけかもなんですが、でなんとか市とかかんとか市とか書かれてもよくわかんないんですよね、位置関係が。で一軒一軒の店はその店のホームページに飛べば地図出てくるんだけど、そんなことやってたらきりないじゃないですか。例えばコンビニだけでもね、室戸なんとか店とかかんとか店とかわかんないですよね、どれが近いのか。なんだけどロッジ尾崎さんの奥様に聞いたら、新勝寺の近くに店がポコポコっと固まってあるっていうんで、ちょっとそこで使ってみようかなと思います。新勝寺まで残り300メートルです。新勝寺のすぐ近くに金目丼がとっても美味しい料亭花月さんというお店、ここをロッジ尾崎さんにご紹介いただいたので、ここで、昼飯を食べることにしました。
クーポン券も、有効期限が今日までなので、使えるところでどんどん使おうと思って入ったんですが、これが当たりで本当うまかったんですよ。ここはぜひ皆さんも一度金目丼食べに行かれてみたらいいと思います。ついついね、お酒も飲んじゃいました。うまいものも食えて腹ごなしもできたので、新勝寺に参拝に行きます。遍路の駅夫婦ぜんざい、ここも確かクーポン券使えるんだったんで、どっちで食事しようか悩んだんですけどね、こっちはまた次回寄ろうと思います。25番札所、新勝寺です。新勝寺は山門をくぐってすぐのところに大師堂があって、その途中に鐘楼門があって、一番上に本堂があります。30メートルほど登って、本堂に到着しました。参拝する前にまずは景色を見てみましょう。室津港があって、その向こうが太平洋ですね。綺麗な景色です。それでは本堂を参拝します。続いて大師堂を参拝します。はい、参拝が終わったので、次は26番金剛長寺に向かいます。この辺りは道が入り組んでて少し分かりづらいので、遍路地図を見ながら間違えないように歩いていきます。ファミリーロッジ旅籠屋さんです。遍路道沿いにあるお宿って貴重なんでね、ここも遍路さん多そうです。今日の昼飯は、クーポン券使って料亭花月さんっていうところでいただきました。ロッジ尾崎の奥様にご紹介いただいて、美味しいよということでね行ったんですけど、金目の料理がメインのお店で11時オープンだったんですが、11時に行ったらもう結構混んでて、お会計の時に聞いたら、多い日は観光バスが5台ぐらい入るっつうんですよね。有名店みたいです。でもすんごいうまくて、あまりのうまさにビールなしじゃ食ったケツですね。いやー、ちょっと昼から酒飲んじゃいました。左側に見える休憩所、これですね、1巡目の時に二日酔いでよろよろしながら歩いてる時に、ここの休憩所で1時間ぐらい昼寝したんですよ。あの時の無様な自分を思い出しながら、やっぱお酒はほどほどにしとかんといかんと改めて強く思ったところです。前回お世話になった民宿浦島さんです。あの時はいろいろとご迷惑をおかけしてすいませんでした。ありがとうございます。浦島さんのすぐ向かいには三谷建設工業の、お遍路休憩所があるんですよね。この休憩所がなかなか設備が素晴らしくて、山茶お遍路さんも使ってましたが、この氷、これ夏とかは本当助かりますよね。シャワールームは前回もそうだったんですが、休止中のようです。横にはトイレがあるんですけど、ウォシュレットではないんですが、とても綺麗なトイレです。これから先金剛長寺登る手前の休憩所としてはパーフェクトに近いレベルの、休憩所になってます。この交差点から金剛長寺まではもうそんなに距離がないんですよね。この段階で残り600メートルなので、もうすぐじゃんなんて思う方も多いと思うんですが、穂積岬寺のところの登山道と一緒で、距離は短いんですが、なかなかの急登を登っていきます。1巡目の時も今回も、冬だったので、そんなに苦労せずに登ることできましたが、これ暑い時期だったらなかなかきつい登り道だと思います。山道を20分ぐらいかな、登ってくると金剛長寺の下にたどり着くことができます。まだ15、6キロぐらいしか歩いてないんですけど、昨日歩きすぎちゃったからかだんだんペースが落ちてきてます。まずいですね。26番札所、金剛長寺です。石段を入ったところに、紅白の輪がありました。赤の輪から入って、赤を落としてって意味みたいですね。で、白の輪から、帰ると。で、まっさらになって帰るっていう意味なんだそうです。
ザック背負った状態でこれくぐっちゃったんでちょっと大変だったんですけど、なんとかくぐることができました。お大師様が、炊いたお米が1万倍になって住民を上から救ったと言われている一粒万倍の釜です。すごい伝説ですね。こちらは癌を封じて健康を取り戻すご利益のある椿のご霊木です。金剛長寺も穂積岬寺と同様に山の上にあるお寺なので、空気が張ってて厳かな雰囲気を感じることができます。本堂を参拝して大師堂も参拝します。歩き遍路の出口はこっちじゃないんですが、さっき赤い輪をもうくぐっちゃったので、せっかくだから白い輪もくぐってから、次に向かうことにします。歩き遍路道は農協所の横から、宿坊の方に降りていきます。今回本当はここの宿坊に泊まりたかったんですが、年末は忙しくて宿坊の営業をやってないようです。はい、それでは国府峰寺に向かって歩き出します。残り27キロです。金剛長寺から進む歩き遍路道は2通りあって、一つがキラメッセ室戸の方に降りる道、もう一つが不動岩の方に降りる道があります。途中までは同じ道なんですが、不動岩の方に行く標識の方が多いので、標識見ながら歩いてると不動岩の方に行っちゃう人が多いんじゃないかなと思います。前回私不動岩の方に行ったので、今回はそっちを歩かずキラメッセの方に降りる遍路道を歩いていこうと思います。歩く人が少ないのか道が少し荒れ気味ですね。しかも結構急な下りを降りていくのでまあまあ大変でした。はい、下まで降りてきました。遍路地図に書いてある遍路道はここを右に行くんですが、ちょっとトイレに寄りたいのでここは曲がらずまっすぐに国道55号線に出て、キラメッセ室戸に寄っていこうと思います。キラメッセ室戸に到着です。クジラ感があります。気になりますけどちょっと時間がないので寄らないでおきます。ここから先はしばらく舗装路を歩くので、靴を履き替えたりトレッキングポールしまったりして、休憩しがてら準備をします。ここの道の駅はいろんなお店が入ってるので、アイスクリームとかも食べたいところですがちょっと寒いんでやめておきます。はい、再び歩き出します。本来の遍路道はあっち側になるので、向こう側を歩こうと思います。金剛長寺参拝して今降りてきました。前回1巡目の時に不動岩の方に降りてったので、今回は不動岩の方に行かず、正規の遍路ルートというか一般的なキラメッセの方に降りてくるルートで降りてきました。思ったよりも急で、道も若干荒れ気味でね、ちょっと危なかったですけどね、無事降りてこれました。本来は今私が歩いてるところが遍路道なんですが、キラメッセで、靴履き替えたり、トレッキングポールしまったりとかしたかったんで、ちょっとしばらくあっちの55号を歩いてましたが、今こっちに戻ってきてます。ここから志田尾までだいたい8キロぐらい、このままで行くと5時過ぎぐらいに着きそうなので、今日はどっかでバス乗ったりしないでこのまま志田尾を目指そうと思います。国府峰寺まで残り24キロです。ここから先はしばらく吉良川の街並みを眺めながら歩いていきます。この辺りは江戸時代から林業が盛んで、特に良質の備長炭が取れるということで、相当栄えた町だったんだそうです。伝統的建造物の保存地区に選定されている吉良町は、蔵が立ち並んで日本の懐かしい街並みを今に残しています。車で走ってると国道をビューッと走っちゃってね、こういうところを見逃しちゃうことも多いですけど、こういうのも歩き遍路ならではですよね。志田尾さんまであと5キロぐらいのとこまで来ました。
今3時45分なので、5時には着くかなと思います。距離して今25キロぐらいなので、そんなにべらぼうに歩いてるわけじゃないんですけど、穂積岬のところと金剛長寺のところの山登りが2度あったんで、結構疲れましたね。昨日何キロだ、37キロぐらいやっちゃったのもあって、いやーちょっとね疲れてます。でも結局なんとか志田尾さんにたどり着けるんで、これは本当にラッキーでしたね。那覇里まで残り12キロです。那覇里といえばホテル那覇里の温泉がね思い出されます。今回は泊まる予定はありませんが、次にまた行ってみたい宿の一つです。男一台河原道、かっこいいですね。高知県香南市の演歌歌手中谷紀夫さん、男じゃないか。いや迫力あります。お遍路さん、赤穂の木の下で休んでください看板です。約430歩って書いてあったんですが、前回は455歩だったんですよ。で今回また数えてみたらなんと470歩でした。前回よりも歩数が増えてます。なんてことでしょう。ドライブイン小原さんが出てきました。前回ここで食った親子丼がすごいうまかった記憶あります。あと1キロで志田尾さんに到着します。いやー今日もずっと天気、ところどころ曇りにはなってたけど、雨は降らない予報だったんだけど、さっきちょっとパラッと来ちゃってね、うわーと思ったんですよ。この時期雨降るとマジ寒いしね、カッパも上の方に出してなかったんで、またザック開いたりするのめんどくさいし、もともと高知って休憩する場所がえらく少ないんですよね。だから荷物広げやすいような場所もなくて、どうしようかなと思ったんですけど、なんとかあと15分ぐらいなんでね持ちそうです。ちょうど5時ぐらいに到着するかな。あそこが羽岬ですかね。今日宿泊するお宿はゲストハウスの、おうち宿志田尾さんです。羽岬の手前にあります。入り口が最初ちょっと分かりづらかったんですが、ここの駐車場がもう志田尾さんの駐車場のようなんですが、ここから入っていきます。このゲストハウスはオーナーの志田尾さんがお一方で、営業されてるんだそうです。オーナーはこのお宿の経営だけじゃなくて室戸市のガイドもされてるとのことで、いろんな観光のパンフレットが入り口に置いてあります。ペイペイとかクレジットカードも使えました。これは本当に助かります。立派な鯉の絵です。素晴らしいですね。このスペースで、食事をいただくんだそうです。なんかこう雰囲気としては、田舎のばあちゃん家に帰ってきたみたいなね、そんなホッとするような雰囲気です。さっき入ってきたところの駐車場でいろんなイベントも開催しているようで、なんか繁盛してそうな雰囲気ですね。はい、それでは部屋に上がります。1階のこの階段の下に、洗濯機と乾燥機があります。1機ずつしかなかったんですが、そもそもそんな大勢泊まる宿じゃないので問題ないんだと思います。客室は、2階です。見た感じ、正面と右左で合計3部屋あるのかな。私は今日一番奥のお部屋を使わせていただきました。綺麗なお部屋ですよね。リフォームでもしたんでしょうか。広さでいくとどれぐらいだろう。6畳あるかないかぐらいでしょうけど、これだけ広ければ十分です。設備的に何か問題を感じるようなところもありません。テレビもあるしね、 Wi-Fi もありました。続いて、トイレです。トイレはウォシュレットではありませんでしたが、清潔に保たれてて、特に問題は感じませんでした。続いてお風呂です。お風呂は広くて清潔です。ゲストハウスなんでちょっと雑多な感じはありますけどね、
今日は柚子を用意してくれてるので、柚子湯でお風呂をいただきました。ありがとうございます。夕食です。まずはミンククジラの刺身とナスのたたきです。いや、クジラなんてめったに食わないんですけど、うまいんですね。ほんと美味しかったです。それから比較的最近完成した土佐八斤地鶏、肉厚でこれまたほんとうまかったです。で、とどめが広島県産の牡蠣。いや、こんな豪勢なものばっかりいただいていいんでしょうか。本当にごちそうさまでした。シダオさんのいろんなお話も伺えて、久々に心温まる夕食をいただくことができました。ごちそうさまでした。おはようございます。ただいま6時半です。外はまだ真っ暗です。今日は一発目から峠越えをしようと思ってるので、この暗さはちょっとやばいかもしれません。心温まる朝食をいただいたら日の出を待って出発です。どうもいろいろありがとうございました。助かりました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。おうち宿しだおさんは案外混んでるようなので、泊まりたい方は少し早めに予約入れた方がいいかもしれません。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。